皆さんこんにちは。ロンドンは秋めいてきてすっかり涼しくなりました。今回の動画では突然ですが、ロンドンでおすすめのミュージカルとそれに関するお役立ち情報をお届けしたいと思います。これからロンドンへの旅行を控えている方や、ミュージカル気になってるけどまだ見たことないなっていう方におすすめの動画になっておりますので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、今回の動画はこの4本立てになってます。私実は結構ミュージカルが好きでいくつか見に行ったことがあるので、私の中でのおすすめなど紹介していきたいと思います。まずはミュージカル鑑賞で事前に知っておくといいことについてお話しします。まずは服装について。服装はドレスコードあるんじゃないって思ってる方多いと思うんですが、意外とないんです。もちろんワンピースとかちょっときれいめの服を着てらっしゃる方もいるんですが、デニムで着てる方もいらっしゃいます。ちょっとおめかしをして気分を上げたい人だったり、楽な格好で見たい人だったり、いろいろいると思うので自由に選んでいただければと思います。次に NG なことについて。これは基本的に映画館とかで NG なことを想像いただけたらいいかなと思います。飲み物や食べ物の持ち込みに関してはきっぱりと禁止というふうに劇場のホームページに書いているところもあれば、あまり厳密じゃない劇場もあるのでまちまちです。また映画と違ってミュージカルは開演とすぐにストーリーが始まるので、他のお客さんのためにも遅刻はしないようにしましょう。はい、次は事前の準備と当日の流れをざっくり説明します。この当日までの準備一番大事だと思います。あらすじは必ず頭に叩き込んでいきましょう。やっぱり英語のミュージカルは人が話すスピードもある程度速いですし、ずっと集中して聞いとかなければいけないので、ストーリーをある程度知ってるかどうかで理解度や楽しめる度が全然違うと思います。ググってウィキペディアで調べるのもいいですし、原作の映画がある場合はその映画を事前に見ておくと随分違うと思います。次に劇場に入る前まではまず軽くご飯は済ませておきましょう。劇場の中はスナックや飲み物を買える場所はあるんですが、ご飯を買える場所はありません。またロンドンのお店は夜閉まるのが結構早いので、夜公演の終わった後だともうお店開いてない場合もあるので、事前にご飯は食べてくることをおすすめします。はい、あと到着する時間は早すぎると持て余してしまう可能性があるのと、ギリギリだとトイレとかでバタバタしちゃう可能性があるので、30分前ぐらいがちょうどいいかなと思います。はい、劇場に到着してからはまずトイレは済ませておきましょう。また各劇場には必ずバーがあるので、そこでお酒や飲み物、スナックなどを買うこともおすすめです。お酒などはバーで買ってからそのまま客席に持ち込むこともできますし、プラスチックの容器に入れ替えたら持ち込むことができるというような場合もあります。このタイミングでこの演目のお土産品は絶対に買いたいという方はお土産を事前に買っておくのもいいかと思います。次にミュージカル結構長いので、間にだいたい15分ぐらい休憩があります。その休憩中はトイレ行きたい方は休憩開始と同時に飛び出しましょう。特に女子トイレはかなり並ぶので、開演前にトイレまでの道筋を確認しておくといいかと思います。はい、最後終演後、夜の公演はかなり終わるのが遅くなるので気をつけて帰りましょう。ここからは私のおすすめベスト3の発表です。まず第3位はライオンキングです。ここからはライオンキングの基本情報をお伝えします。劇場はコベントガーデンの駅の近くのライセウムシアターというところです。このコベントガーデンという駅の近くやレスタースクエアという駅の近くに劇場が多く集まっていて、食べるところもいっぱいあるので、そこでご飯を軽く食べるのがおすすめです。上演時間はご参照ください。ここではあらすじを簡単に。ライオンキングはサバンナにあるプライドランドというところが舞台となったお話で、そこの王様であるムファサのもとに生まれた王子シンバの物語です。あらすじを要約してて意外と複雑なストーリーだなと思いました。ムファサが亡くなるシーンは子供ながらにトラウマになった思い出がありますが、いろんな動物が出てくるので全体的には愉快なストーリーです。
次にライオンキングのおすすめの席ですが、これに関しては正直どこでも楽しめます。強いて言うと、演目の中でこの1階席の左右の通路を動物が歩いてくる場面があるので、お子さんがいる方とかは特にこの辺の席を取ると喜ばれるかなと思います。私はこの2階席の真ん中ぐらいで見たことがあるんですが、十分楽しめました。ライオンキング自体が舞台全体を使った結構ダイナミックな演出が多いので、1階席の後ろの方で見るよりかは2階席3階席から上から見下ろすような感じで見るのもいいのかなと思います。ちなみにこれが2階席の真ん中から見た時の景色です。劇場内の雰囲気としては圧倒的にお子さん連れのファミリーが多いです。集中して見るというよりかは、ゆったりと楽しみながら見るという感じの方が多い印象でした。はい、おすすめのポイント。ディズニー映画ということもあるので、ストーリーが結構愉快な感じというのと、子役がまた可愛らしいです。あとは英語が比較的分かりやすい、聞き取りやすいというのもおすすめのポイントです。全体的に舞台の使い方とかパフォーマンスがすごくってエンターテインメント性が強いなという印象です。お子さんはもちろんですが、老若男女みんな楽しめる内容かなと思います。続いて第2位はマンマミーヤです。マンマミーヤの劇場も地下鉄コベントガーデン駅の近くにあります。上演時間は記載の通りです。マンマミーヤのあらすじは結構シンプルで、結婚を控えた主人公ソフィーが自分の結婚式に父親候補である3人の男性を招待するっていう内容です。ストーリー自体が結構ほっこりする内容で、笑える要素もたくさんあるので見ていて楽しいかと思います。次におすすめの席なんですが、マンマミーヤの劇場は4階建てまであってかなり高さがあります。階によって結構値段に差があって、特に4階は 2,30 ポンドで見ることができるので、ただ4階はかなり見下ろすことになるので、とにかく安い席がいいっていう方だったり、またこれまで何回か見たことがあるから今回は雰囲気だけ楽しめたらいいっていう方にはおすすめです。また1階席の中でもかなりばらつきがあって、上を見上げなければいけない一番前の列だったり、逆に一番後ろの音響の機械のすぐそばの席っていうのは結構視界が遮られたりするので安く設定されているようです。個人的には1階席の真ん中よりちょっと後ろめらへんだったり、2階席の真ん中あたりか真ん中よりちょい後ろぐらいがだいたい80ポンドぐらいの価格帯なので、コスパ的にもちょうどいいのかなというふうに思います。劇場内の雰囲気はもう圧倒的にノリノリな方が多いです。アバの有名な曲がたくさんガンガンの音量で流れたりするので、みんな口ずさんだりして楽しみながら見れるミュージカルかなと思います。おすすめのポイントとしては、楽しいストーリーと歌とダンスという感じでザ・ミュージカルを楽しむことができるかと思います。私の中でも見終わった後にハッピー楽しいっていう気持ちになれるのはマンマミーヤが一番だと思います。さて第1位はレ・ミゼラブルです。レ・ミゼラブルの劇場は地下鉄ピカデリーサーカス駅から歩いて行けて、中華街の入り口のすぐそばにあります。また上演時間は少し長めの2時間50分となってます。あらすじに関してはもうこの枠の中に書ききれないほど複雑で、いろんなことが起こります。すごくシンプルに言うと、19世紀のフランスを舞台に正義感が強すぎるジャベールっていう警察官が主人公であるジャンバルジャンを執念深く追い続けるというお話です。けどその過程でいろんな立場にあるさまざまな登場人物が出てきて、感動するポイントがたくさんあります。私はこのミュージカルに関しては4回見に行ったことがあるんですけれども、その中で感じたのはやはり一番は1階席の 2,3 列目で見るのがダントツでいいと思います。個人的にレ・ミゼラブルのミュージカルの見どころは役者さんの迫力や表情が素晴らしいことだと思うので、ぜひ 2,3 列目で見てほしいです。あとは舞台向かって右側のサイドで役者さんが演技をすることが多いかなと思ったので、右側寄りの席だとよく見えるかなと思います。
これは1階席の5列目くらいの右端から見てる視界です。この辺の席はやっぱり見にくいかと思います。劇場内の雰囲気としてはストーリー的にもお子さんが少なくて大人が圧倒的に多いです。上演中はもう始まってすぐから役者さんの演技に引き込まれるので、みんな集中して見ている感じです。おすすめのポイントはいくつかありまして、まずレ・ミゼラブルって結構ストーリーついていけるかなとか英語わかるかなっていう不安になってしまうかと思うんですけれども、公開された映画レ・ミゼラブルの内容に忠実に沿った内容になっているので、それさえ事前に見ておけば全然大丈夫です。実際英語がほとんどわからない私の両親とも一緒に見に行ったことがあるんですけれども、両親ともとっても感動したって言っていたので、本当にどんな方にもおすすめです。またセリフというよりかは歌でストーリーが進んでいくので、役者さんの感情がそのまま歌に乗って伝わってくるので、本当に聴いてて涙が止まりません。ちなみに私はワンデーモアの歌が一番好きです。言い方はちょっとあれなんですけれども、感情を揺さぶられたい方に特におすすめのミュージカルです。その他私が見たことのあるミュージカルのレビューを簡単に紹介します。まずオペラ座の怪人は日本でも有名なミュージカルかと思います。歌声が本当に美しいのと、特に舞踏会のシーンは素敵でした。お次はジャージーボーイズというアメリカで活躍したザ・フォーシーズンズっていう音楽グループの物語。このミュージカルも歌がメインで進んでいて、物語にも起承転結がしっかりとあるので面白かったです。お次はザ・ブック・オブ・モルモンなんですが、これはアメリカ人の宣教師がウガンダでモルモン教を布教するお話です。ストーリー自体が結構社会風刺な感じで描かれているので、ちょっと賛否両論があるかなっていう内容でした。最後はウィキッド。これはオズの魔法使いに出てくる西の悪い魔女のお話です。このミュージカルもライオンキングと似たような要素があって、英語もわかりやすいですし、内容がファンタジー系なので子供でも楽しめるかなと思います。最後にチケットの取り方についてお話しします。チケットを取る時期に関しては、日本からの旅行で来るのでもうある程度日程が決まっている方だったり、どうしても見たい演目がある方っていうのは早めに取った方がベターだと思います。その場合は各演目の公式サイトからの予約がおすすめです。だいたい半年から1年前くらいから予約をできるようになっていて、かつ何週間以上前の予約だと安いチケットを買えますよっていうようなオファーをしてる劇場もあるので、早い方がベターだと思います。一方でとりあえず安い席で見れたら全然 OK っていう方だったり、当日やることないな、ミュージカル見に行くみたいなノリで見ることになった方っていうのは、当日チケットを取ることをお勧めします。その場合は TKTS という格安航空券を売ってるサイトがおすすめです。オンラインでも購入できますし、レスタースクエアにチケットオフィスもあるので直接買うこともできます。Google マップで TKTS と打つと出てくるので、また見てみてください。TKTS では全ての演目が必ずしも安くなっているっていうわけではないんですが、安くなっている演目だと 40% オフぐらいの値段で買うことができます。またチケットを取る際に出てくるこのストール、ドレスサークル、グランドサークルっていう単語は覚えておくといいかなと思います。だいたいどの劇場でも1階席のストールはあまり勾配がないので、後ろの方の席だと前の席の方ががたいが良かったりするとちょっと見にくいっていうことがある場合もあります。逆に2階席3階席は勾配があるので、少しステージからは遠くなってしまうんですが、前の人で見えないっていうことはあまり起こりにくいかなと思います。まただいたいどの劇場も横側にせり出した席があると思うんですが、これらの席は視界が若干悪かったり、前に乗り出して見ないといけなかったりするっていうところはあるんですけれども、価格は比較的安めなので 2,3 回目に見る方にはおすすめです。ちなみにこれはレミゼの劇場の左右にせり出した席から見た景色です。やっぱりこの場所は舞台の右半分がちょっと見にくかったです。はい、では最後に私の偏見をいろいろと交えながらお伝えさせていただきましたが、ミュージカル見てみたいっていう方の中にも、目の前で見たい方やとにかく安い席で見たい方、
また楽しみたい方やちょっと感動的なものを見たい方いろいろいらっしゃると思うので、その時の気分やお財布事情で使い分けていただけたらいいかなと思います。今回の動画で少しでもミュージカルに対するハードルが低くなったり楽しみにしていただける方が増えたらいいなと思ってます。今回の長い動画も最後まで見ていただきありがとうございました。いいねやチャンネル登録もお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。